こんばんは、そちらパパです。今回は来年から新大学生になる私の姪っ子のゆいかちゃんに頼まれて安くてコスパの良いノートパソコンを探していたところ、税込み価格5万円台で購入できるにもかかわらず、同価格帯の他のノートパソコンに比べると圧倒的に高性能であり、しかも16インチの大画面液晶で非常にコスパの良いノートパソコンを見つけましたので紹介したいと思います。またこのような高性能なパソコンを安く買うために今本当に抑えるべきポイント4つを紹介していきたいと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に最新の技術や多くのパソコンに触れていますので、パソコン関連については詳しい方だと思います。その私が今回紹介するパソコンは、これから紹介する4つのポイントを押さえた高性能のパソコンであるにもかかわらず、5万円台で非常に安く買えることから、これからパソコンを始める初心者にも、プログラミングや動画編集を始めようとしている経験者にも、どちらにもおすすめできるパソコンとなっていますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。こちらパパチャンネルでは、最新のおすすめパソコン紹介動画や Wi-Fi 速度の改善方法、またチャージ式モバイル Wi-Fi ルーターなどの最新サービスなど、皆様に役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それでは本題に入ります。まず世の中には5万円以下なので買えるパソコンや中古パソコンなども多く販売されていますが、そのようなパソコンは値段が安い代わりに性能が悪いというものがほとんどとなっています。そのようなパソコンを買ってしまうと、パソコンが起動するまでに非常に時間がかかったり、起動してもインターネットを見るのにいちいち時間がかかったりと、非常にストレスを感じることとなってしまうので、私としてはお勧めしません。また最近よくある例として、テレワークで Zoom や Teams などを使ってテレビ会議を行ったり、オンライン授業を受けている人も多いと思いますが、性能が悪いパソコンを使っていると映像がスムーズに表示されなかったり、スピーカーに雑音が入ったり、内蔵マイクの音質が悪く相手に迷惑をかけてしまったりと、様々な問題が発生したりもします。実際に私の同僚でもそういう人がいたりします。このような最新のサービスを快適に使うためにも、パソコンの初心者であっても基本性能が高性能となっているパソコンを買った方が良いです。ということで、まずはパソコンを購入する際に重視すべき4つのポイントについて優先順位順に説明していきたいと思います。ポイント1、SSD を選択すること。パソコンを購入する際に私が今一番優先した方が良いと考えているポイントは SSD を搭載しているパソコンを選ぶことです。 SSD というのはパソコンの情報を保存する場所であるディスクの種類のことで、この種類は主に HDD と SSD の2種類となっています。 HDD は昔からあるので皆さんも聞いたことがあると思いますが、ハードディスクドライブのことです。それに対して SSD はソリッドステートドライブのことで、最近のパソコンはほとんどが SSD 搭載モデルとなっています。しかし激安パソコンや中古のパソコンの場合、 HDD 搭載モデルもまだまだありますので注意が必要です。では SSD がなぜ良いのか。その理由は SSD の方がデータの読み書き速度が圧倒的に速いからです。具体的にはパソコンの起動速度、写真の表示速度、インターネットの閲覧速度など SSD の方があらゆる処理速度が圧倒的に速くなります。実際にこちらは私のパソコンに搭載されている SSD と HDD でデータの読み書き速度を測定した結果となりますが、データの読み込み速度は SSD が 6737MB 毎秒、HDD が 154MB 毎秒となっていますので、その速度差はなんと43倍もあります。データの書き込み速度についても SSD が 4908MB 毎秒、HDD が 146MB 毎秒となっていますので、その差は33倍となっています。SSD と HDD はこれほどの差があるものとなっていますので、実際に使っていても明らかな速度差を感じるものとなっています。そのためまずは必ず SSD を搭載している PC を選択するようにしてください。また SSD は HDD に比べると他にも音が静か、軽い、発熱が少ない、衝撃に強いというメリットがありますので、 SSD を選択することで数千程度は値段が高くなりますが、その分大きなメリットを得ることができますので、 SSD を選択することは今コストパフォーマンス的に一番高いメリットがあるポイントとなっています。もちろん今回紹介する5万円台で購入できるパソコンは SSD 搭載モデルとなっています。ポイント2、CPU が高性能であること。2つ目に優先すべきポイントは、やはり CPU が高性能のものを選ぶということです。CPU はパソコンの頭脳部分となるもので、この性能により処理能力が大きく変わります。いくら SSD を搭載していたとしても、この頭脳部分である CPU の処理能力が低いものとなっていると、快適に処理できない作業が多く発生してしまいます。例えば5万円以下などで買える安いパソコンの場合、 CPU の処理能力が低いために動画の編集などはまず不可能です。また CPU によっては写真の閲覧や編集などでもストレスを感じるレベルの処理能力しかないものも普通に新品パソコンでも販売されていますので注意が必要です。具体的にはインテルのセレロンや AMD のアスロンという CPU を搭載した PC は価格が安い代わりに超低性能となっていますので、快適にパソコンを利用したいのであればこれらの CPU を搭載したパソコンは選ぶべきではありません。選んで良い CPU はインテルの Core i シリーズか AMD の Ryzen シリーズとなります。Core i シリーズや Ryzen シリーズでも様々な種類があるのですが、過去1年以内ぐらいに大手メーカーで販売が開始されたパソコンに搭載されている CPU であれば Core i5、Core i7、
または Ryzen5、Ryzen7 を搭載しているパソコンであれば、間違いなく快適に動作するレベルの CPU となっています。また CPU の性能は毎年すごい勢いで上がっていますので、一部の Core i3 や Ryzen3 でも高性能レベルとなっている CPU もあったりします。では高性能とはどのレベルからのことを言っているのかというと、 CPU の性能値を表すパスマーク値が1万以上となっている CPU のこととなります。具体的にパスマーク値別にできる作業の例を挙げると、パスマーク値が1万程度あれば、この範囲の作業であれば全て快適に行うことができる性能となっています。そのためほとんどの人はパスマーク値1万程度あれば十分満足できるレベルの CPU 性能であると言えます。逆にパスマーク値1万でストレスを感じる処理は、一部の PC ゲームや 4K 動画など高画質の素材を利用した高度な動画編集ぐらいとなりますので、大部分の人には関係ない作業だと思います。そもそも PC ゲームや一部の高度な動画編集に関しては、どんなに高い CPU を搭載していても、その他にグラフィックを処理するための専用の GPU というものを搭載していないと快適に動作しなかったりもしますので、これらを主目的としてパソコンを購入する場合は、専用の GPU を搭載したゲーミング PC を購入した方が間違いありません。これについてはこちらの動画で詳しく説明していますので、気になる方は後ほど見に行っていただければと思います。動画の概要欄、コメント欄に動画のリンクを貼っておきます。ということで、これらの作業を除外した場合に、今最もコスパが良く、特におすすめな CPU は AMD の Ryzen5 シリーズとなります。実際に今回紹介する5万円台で買えるパソコンが搭載している CPU は AMD 社の最新 CPU である Ryzen5-7530U となっているのですが、その性能はパスマーク値で見るとなんと 16,381 もあります。これがどれくらい高性能であるかを分かりやすい例で比較してみると、なんとインテルの最新 CPU である第13世代の Core i7-1355U の性能をも上回る値となっています。全体的に Ryzen5 を搭載したパソコンは性能が非常に高いにもかかわらず、比較的安く買えるものが多くなっていますので、安く高性能なパソコンが買いたいのであれば AMD の Ryzen5 シリーズを搭載したパソコンを購入することがおすすめとなります。ポイント3、8GB 以上のメモリを搭載していること。3つ目のポイントは、メモリ容量が 8GB 以上のものを選ぶことです。新品のパソコンであれば、ほぼ間違いなく 8GB 以上搭載していますので、問題ありませんが、数年前まではメモリは 4GB がスタンダードだったため、中古パソコンなどではまだまだ 4GB メモリの製品が売られていますので注意が必要です。次に 8GB メモリを選ぶか、16GB メモリを選ぶかという選択になりますが、初心者の方の場合は、まず間違いなく 8GB メモリで十分です。人によってはメモリは最低 16GB 必要という人もいますが、実際はよほど高度な作業を行わない限り 8GB メモリで足りなくなるということはまずありません。そのため熟練者の場合であっても、例えばこのように3画面に拡張してそれぞれの画面で同時に負荷のかかる処理を行ったり、または 4K 画質の動画編集や Adobe Premiere Pro など高度な動画編集ソフトを使用するということがなければ、基本的に 8GB メモリで問題となることはまずありません。実際に私は 8GB メモリマシンでこのチャンネルの動画編集も問題なく数年間やってきましたし、またテレワークでの仕事も全く問題なく快適に行うことができていました。テレワークでは Zoom などを使ったテレビ会議や Excel、Word、PowerPoint などのオフィスソフトをメインで使用していましたが、これらの作業を2画面に拡張して同時に行っても全く問題なく作業を行うことができていました。また 8GB メモリのマシンで Excel マクロなどちょっとしたプログラミングなどを行うこともありましたが、これらの作業を2画面に拡張して同時に行っている場合であっても、メモリ不足でパソコンが不快などと感じたことは一度もありません。現在はたまたまメーカーさんからメモリ 16GB を搭載しているパソコンをいただいたので 16GB メモリの製品を使用していますが、実際に私がこれまで使用してきた実績から考えると、テレワークも動画編集も 8GB メモリで全く問題ないと言えます。しかもメモリの性能は年々上がってきていますので、新品のパソコンであれば今回紹介するような比較的安く買えるパソコンでも意外と性能の良いメモリが搭載されるようになってきています。実際に私が使用していた 8GB メモリマシンの搭載メモリは DDR4-2666MHz というもので、この 2666MHz がメモリの性能を表すデータ転送速度となるのですが、今回紹介する5万円台で購入できるパソコンのメモリは LPDDR4X4266MHz となっていますので、比較するとデータの転送速度は 1.6 倍も速いものとなっています。パソコンのメモリ性能が年々向上していることから考えても、ほとんどの人は 8GB メモリマシンで快適に利用できると思います。ただし、新大学生で理系の学生の場合は、メモリ 16GB 以上搭載していないと使えないような高度なソフトを使用する可能性もありますので、理系の学生の場合は 16GB 搭載マシンを購入することをお勧めします。逆に文系の学生の場合は、間違いなく 8GB メモリ搭載マシンで大学4年間の利用については全く問題ありません。私の姪っ子のゆいかちゃんの場合も文系なので、ゆいかちゃんにも 8GB モデルをお勧めしました。
ポイント4、大手メーカーの商品を選ぶこと。4つ目のポイントは、信頼できる大手メーカーの商品を選ぶことです。パソコンは無名で激安の PC などもありますが、精密機器であるので、ある程度名の知れたメーカーの商品を選んだ方が安全ですし、またパソコンを大量生産している大手有名メーカーの製品の方が、実は安く、高性能なパソコンを買えることが多くなっています。そして、コスパの良さという面で考えた場合に、特に私がおすすめと考えているのは、レノボとデルのパソコンです。特に今回見つけたデルの製品は5万円台で買えるにもかかわらず、今年3月に発売が開始された最新製品となっているため、高性能であるだけでなく、基本的に今一般的に必要とされている機能は全て搭載されたマシンとなっています。はっきり言って、この性能で5万円台で買えるというのは値段がバグっているとしか言いようがありません。そしてもちろんデルは世界最大級のパソコン販売会社であるため、品質面に関しても安心して購入することが可能ですし、サポートも手厚くなっていますので、万一何か問題が発生した場合でもすぐに対応してくれるので安心です。ということで、今回紹介する製品はこれら4つのポイントを全て押さえているにもかかわらず、5万円台で買えるという素晴らしいパソコンとなっています。ただし、一部内蔵マイク、カメラ、スピーカーの性能などについては実機で試さないと絶対に確認できないポイントとなりますので、これらのポイントを確認するために今回はこちらの実況をデルさんからお借りしてきました。そして今回実況をお借りしたことにより判明した非常に重要なポイントがありますので、後ほどお伝えしたいと思います。外観。実際のマシンを手にして、まず私が最初に思ったことは、非常に見た目がかっこいいということです。この光沢があるシルバーの外観は、他のパソコンにはないインスパイロン特有のかっこよさだと思います。さらに、16インチの大画面液晶を搭載したパソコンであるにもかかわらず、意外とコンパクトな作りとなっており、厚さも非常に薄いパソコンとなっていることから、かなりスタイリッシュなパソコンという印象を受けました。16インチサイズなので、基本的には外に持ち運びをせずに、家で使うことを想定したパソコンとなっていますが、このサイズであれば、必要な場合にはリュックなどに入れれば、十分持ち運びもできるサイズとなっています。実際にリュックに入れてみたところ、パソコンを入れてもこのように他にも物を入れる余裕が十分ある状態となっています。重さについては実際に測ってみたところ 1832g となっていますので、16インチサイズにしてはかなり軽い方だと思います。内蔵カメラ、マイク。内蔵カメラとマイクについては実際に使用している様子を録画しましたのでお見せしていきたいと思います。それでは内蔵カメラと内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？カメラの映像はクリアでしょうか？マイクの音声は綺麗でしょうか？雑音などは入ってないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。いかがでしょうか？非常にクリアな映像と音声だったのではないかと思います。このカメラと内蔵マイクの性能であれば十分快適にテレビ会議などを行うことができます。スピーカー。大画面液晶を搭載しているパソコンということもあり、このパソコンで動画視聴を楽しみたいと考えている人も多いのではないかと思います。そのため実際のスピーカーの音についても確認していきたいと思います。ちなみにスピーカーの音声については撮影機材によって大きく聞こえ方が変わってくるため、今回はこちらの iPhone 15で撮影した映像でお見せしていきたいと思います。20秒ほど音楽を流します。ということで、スピーカーの性能についても十分綺麗なので、動画や映画なども十分に楽しむことができるパソコンとなっています。ただし、このパソコンには DVD ドライブはついていませんので、DVD を見たい場合には、このような外付けの DVD ドライブを購入する必要があります。DVD ドライブは意外と安く、3000前後で購入できますので、参考に私が使用しているバッファローの DVD ドライブの購入リンクを動画の概要欄に貼っておきます。実機確認により判明した超重要な注意ポイント。ここで実況をお借りしたことにより判明した非常に重要なポイントについてお伝えしていきます。実はこのパソコンを受け取ってすぐに試しに YouTube 動画を見てみたところ、スピーカーからの雑音がめちゃくちゃひどく、とても普通に使えるレベルではありませんでした。そのためもしかすると皆さんがこのパソコンを購入した場合に何も対応を行わずに使用すると、同じようにスピーカーの雑音がひどい状態である可能性があります。ということで、私が雑音を改善するために行った非常に重要な対応策を紹介したいと思います。それは Dell アップデートというアプリを使用してアップデートを実行したということです。このアップデートは Windows アップデートなどとは違い、手動で行わないと実行されないものとなっていますので、おそらく Dell の PC を使用している人でも今まで一度も Dell アップデートを行ったことがないという人も実は多いのではないかと思います。Dell アップデートを行うことにより様々な問題の修正やパフォーマンスの向上、互換性の拡張などがされますので、Dell アップデートについては何もなくても定期的に行うことをお勧めします。ということで、Dell アップデートの実行方法をお見せしていきます。Dell アップデートの実行方法は非常に簡単で、検索欄で Dell と入れると
このデルアップデートというアプリが出てきますので、こちらをクリックして起動させます。すると、更新を確認するボタンが出てきますので、こちらをクリックすると、更新がある場合にはその一覧が出てきますので、出てきたものを全て実行するようにしてください。私の場合、すでに実行済みなので、今は何も出てきませんが、実行する前は10個くらい更新が溜まっている状態となっていました。実際にデルアップデートを行った後は、スピーカーの雑音が改善されただけでなく、パフォーマンスも良くなったように感じました。ということで、パソコンが届いたら必ずデルアップデートを実行するようにしてください。また Windows アップデートも残っているとパフォーマンスに影響したりしますので、購入直後は Windows アップデートについても手動で全て実行するようにしてください。このパソコンのデメリット、このパソコンにも実はデメリットと言えるポイントが2つありますので紹介していきます。デメリットの1つ目は、現在メモリ 8GB のモデルは Microsoft Office 付きのモデルを選択できないということです。そのため Microsoft Office が必要な人はワンランク上のメモリと SSD の容量が2倍となっているこちらのモデルで Office 付きモデルを購入する必要がありますので、かなり値段が上がってしまいます。ですが、それほど Office を使うわけではないので、なんとか安く Office を使いたいという人向けに非常に良い方法がありますので紹介していきたいと思います。その方法は無料で使える Web 版 Microsoft Office を利用するという方法です。以前私の動画でこの件については詳しく紹介した動画を出しているのですが、Web 版の Microsoft Office の使用方法についてこの時の動画から少し使用イメージが変わっているので、最新の利用方法をここで簡単に紹介したいと思います。まずはこちらの検索欄に Office と入力してください。すると Microsoft 365 Office というものが表示されますので、こちらをクリックします。これをクリックすると、おそらくほとんどの人はこの画面が表示されると思います。パソコンの初期設定時に Microsoft アカウントの登録を行っていない人の場合は、こちらの画面が表示されるため、ここで Microsoft アカウントでログインしてください。そうすることで同じ画面が表示されます。この画面から Web 版の Word、Excel、PowerPoint など様々な Office ソフトを利用することができます。Web 版の Office は使える機能が本来の Office に比べると色々と制限されていますが、意外と基本的な機能は結構使えちゃいますので、無料の Web 版の Office でも事足りてしまう人も実は多いのではないかと思います。Web 版の Office については完全無料なので、まずはこの Office で事足りるかを試してみていただければと思います。また、大学生の場合にはそもそも Office は購入する必要がない場合が多いです。その理由は、多くの大学は学校で生徒全員に配ることができる Microsoft Office のライセンスを購入しているケースが多く、大学から Office ソフトの利用ライセンスを無料で提供されることが多くなっているためです。これについては入学予定の大学、または在籍している大学に問い合わせをするか、大学のホームページでチェックしてみると良いと思います。デメリットの2つ目は、この PC は在庫が少ない可能性が高いということです。よく見ると、売り切れ次第終了と書かれているため、おそらく追加の生産はせずに、現在ある在庫分を売り切ったら販売終了という意味だと思います。そのためこのパソコンが欲しいと思った人は、今すぐ動画の概要欄にあるこちらの購入リンクから購入することをお勧めします。そして、もし売り切れになってしまった場合の対応策ですが、実はこのパソコンには性能と機能がほぼ同じとなっているサイズ違いの14インチのパソコンが存在します。そちらのパソコンであれば、まだ売り切れ次第終了と書かれていないため、まだしばらくの間生産がされるものと思われます。そのため、もしこの動画を見た時に 8GB メモリの16インチサイズの在庫がなくなってしまっている場合は、14インチサイズの方をチェックしてみていただければと思います。こちらの購入リンクも同じく動画の概要欄に貼っておきます。また14インチサイズの方であれば、メモリ 8GB のオフィス付きモデルもありますので、オフィス付きでも7万円台から8万円台で購入することができますので、めちゃくちゃお得な価格で購入することができます。ちなみに14インチと16インチの差は横並びにしてみると、これぐらいの差となっています。そのため、意外と14インチでも十分な画面サイズと思う人も多いのではないかと思います。しかも16インチより値段が安いので、むしろこちらの方が良いと思う人もたくさんいるのではないかと思います。いずれにしても円安の影響もあり、いつまでこの安い価格で購入できるかは非常に怪しい状態となっていますので、早めに購入することをお勧めします。またインスパイロンシリーズに関しては順次新しいモデルにチェンジされるものとなっています。そのため動画の概要欄のリンクは常に最新のおすすめモデルのリンクに更新しておくようにしますので、そちらから現在のおすすめモデルをチェックしてみていただければと思います。価格については今後年末セールなどで一時的に今の価格より安くなる可能性もゼロではありませんが、私がこれまで見てきた価格の中では今が最安値となっています。そのためこれ以上に価格が安くなる可能性はかなり低く、逆に円安などの影響により今後価格が上がる可能性の方が圧倒的に高くなっていますので、今の価格で買えるうちに早めに購入することをお勧めします。ということで、次に購入方法を簡単に説明していきます。購入方法。まずは動画の概要欄にある丸1のリンクをクリックしてください。するとこちらの画面が表示されますので、まずは11個の構成を見るをクリックしてください。この11個という数については見るタイミングで変わってきます。すると購入可能なモデルが表示されますので、Ryzen 5メモリ 8GB のモデルを探してこちらをクリックします。次の画面では何もせずにカートに入れるをクリックします。
この画面では保証の追加などもできますが、1年保証が無料でついていますので、特に追加の保証はつけなくても良いと思います。ということで、そのまま次へ進むをクリックします。周辺機器についてはマウスを持っていない人はここで一緒に買っておいても良いと思います。またモニターも意外と安く買えるのでおすすめです。モニターがあるとこのように2画面に拡張して使用することができますので、ズームをやりながらオフィスソフトを使いたい時などには便利なのでおすすめです。またこのパソコンの場合、HDMI ケーブルと Type-C ケーブル両方から映像出力ができますので、最大3画面にまで拡張して利用することが可能です。例えばこちらの Type-C ケーブルで接続できるモバイルモニターの場合、必要な時だけ取り出して使用することなどもできて非常に便利なので、よかったらこちらのモニターの紹介動画もチェックしてみていただければと思います。動画の概要欄にリンクを貼っておきます。話を戻して、今回は何もつけずに次へ進むをクリックします。最終的に税込み 59,519 円と表示されますので、ご注文手続きへ進むを押して購入手続きを進めていけば OK です。14インチモデルの場合も丸2のリンクから同じ手順で購入することが可能となっていますので、ぜひ今の価格で在庫があるうちに早めに購入することをお勧めします。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画が良かった、面白かったという人はグッドボタンやコメントいただけると非常に嬉しいです。最後に私からのアドバイスとしては、毎年12月以降は来年の新大学生などのパソコン需要が高まる時期となっており、インスパイロンシリーズのように人気のパソコンはすぐに在庫切れになってしまいますので、ぜひ良いパソコンを見つけたら早めに購入することをお勧めします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。